はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してバンコクにお得に行こうっていうことでね、いろんなパターンを紹介しますよっていうことで、直行便から経由便に足を踏み込みました。前回ね、シンガポール行けるんやっていう話をしたじゃないですか。ANA で東京からシンガポールにビジネスクラスで行く。シンガポールからバンコクにシンガポール航空のビジネスクラスで行く。これが可能だと。ただし前回見た ANA のシステムが推奨するのは乗り継ぎ時間短かったですよね。今回は今の同じチケットを自分で狙ってちょっと変化をさせてみようっていうことをやります。ANA のホームページで海外予約特典航空券を押します。これから先はずっとこっち行きます。複数都市クラス混在。ただしがあるんです。コンピューター PC で見る場合とスマホで見る場合と全然出方が違うんです。ですからね、前々回までお話ししたこの片道往復に関しては PC で見てもスマホで見ても同じ結果出るんですけども、こっちはね、残念ながらスマホじゃ同じ結果出ないんですよ。ですから PC で見ることをお勧めいたします。でこっちをクリックしますね。前回はこう打ったんですね。東京、バンコク、バンコク、東京と。行きは7月1日、帰りは7月5日っていうので検索をしたらシンガポール経由が出てきて、で、推奨される乗り継ぎ時間が短いのが出てきたんですよ。ところがね、あれだとシンガポールね、ラウンジもはっきり楽しめないんですよね。ですから、もうちょっとね、シンガポールの滞在時間長くしたいじゃないですか。っていうことを今回やります。どうしたらいいのか。こう打つんです。先ほどまではね、東京から行きたいのはバンコクだから、ここバンコクって言ってたんですけど、もうシンガポールを経由するって決めたらね、東京シンガポールって打ちます。で、次が2便目がシンガポールバンコクですね。で、帰りはもう直行便見ますんで、バンコクから東京でいいです。で、日付に関しては、7月1日、7月1日。で、帰りは3日じゃない、5日ですよ。7月5日にしますね。これで検索しますよ。でですね、検索結果なんですけども、ここね、これ、僕、このことを指摘している人を一人見たことがあるんですけど、私も気がついちゃったんですけども、先ほどのね、同日乗り継ぎの場合は、勝手にね、ここ集約されちゃうんです。わざわざ僕、東京からシンガポールとシンガポールからバンコク分けたのに、勝手にシステムが集約するんです。今そうなってるんですよ。なのでね、さっき見たこのパターンしか出てこないんです。17時15分にシンガポールに着いて、で、シンガポールを18時30分に出るパターンしかね、出てこないんです。はっきり言ってね、今、ちょっと AA のシステムね、ものすごく不親切になってます。これちょっと困ったな。そしたらね、7月1日で同日乗り継ぎするからこんなことになるんで、7月2日にしてみようじゃないですか。そしたらこう変えました。東京、シンガポール、シンガポール、バンコク、バンコク、東京。これは一緒です。ここね、東京、シンガポールは7月1日なんですけど、シンガポール、バンコクをね、7月の2日、翌日にしました。で、帰りはいつか変えてません。これで検索します。するとね、こうなんです。7月1日、東京からシンガポールが出るんです。そしたらこれは、これですね、10時55分発の17時15分、シンガポール着空席ありですから、これ行きます。で、シンガポール、バンコクを、これだけあるんですよ。1、2、3、4、5、6便ありますね。選び放題です。これはもう多くの方知ってると思うんですけども、シンガポール航空今、日本便にはね、ビジネスクラス開放してないんですけども、東南アジア便にはね、もう開放し放題。去年僕、このね、開放枠を見て、もうブラボー路線と名付けたんですけど、ブラボー路線だらけなんですよ。バンコク実はブラボー路線じゃないんですけど、それでもね、6便取り放題。
で、ここで問題があります。乗り継ぎに関しては、24時間を超えちゃダメだっていう規定があります。17時15分ね、7月1日の17時15分にシンガポール着きますので、この出発がね、17時15分を超えちゃダメなんです。っていうことは、この上ですね、ここから上です。16時より前の便であれば OK です。1時間でもシンガポール長く滞在したければ、この16時の便にしましょうかね。早く行きたい方はこの7時でもいいですけど、7時の飛行機に乗ろうと思ったらかなり大変ですよね。とりあえず16時にしましょうか。帰りは ANA のね、直行便で帰ってきますと。せっかくだから深夜便でしょうか。ね、深夜便で帰ってきます。これで、同じ、全くね、乗る区間全く一緒なんですけど、シンガポールでの滞在ができるようになったんですね。7月1日朝10時55分に羽田を出ます。夕方17時15分にシンガポールに着きます。ANA のビジネスクラスです。で、翌日、7月2日16時にシンガポールを出るんです。シンガポール航空のビジネスクラスでバンコクに向かいます。この間ね、24時間を切ってれば OK。これ23時間ぐらいでしょ。シンガポールの街へ行って泊まって、翌日ね、16時の便ですから、お昼ぐらいにシンガポールの街を出れば、十分飛行機間に合いますし、念願のシルバークリスラウンジ行くことができます。いや、いいですよ。これ僕ね、2025年ゴールデンウィークのヨーロッパ旅行でシンガポールのチャンギ空港のシルバークリスラウンジ初めて行きましたけど、やっぱりいいですわ。で、これターミナル2なんですけど、ターミナル2でも3でもどっちでも入れますんでね、ターミナル3の方が大きいんですよ。いや、いい。これはいい。あと、ラウンジの話をすればね、羽田空港では ANA ラウンジに入ることができるんですけど、これね、ターミナルが実は0ってなってると、今2になるか3になるかわかんないんですよ。どっちにしても ANA ラウンジはあります。それからバンコクは、タイ航空のロイヤルシルクラウンジでしたっけね、入ることができますね。それからターキッシュエアラインでも入れるんじゃないかな。ANA ラウンジはないですけどね。それにしてもいいですよね。これちょっとあんまり長い日程じゃないから、実際皆さん検索してもっとね、いい日程に変えてくれればいいかなと思います。で、必要マイルは63,000マイル、お支払い総額 43,690 円ということはね、これ、日にちを1日変えたけど一緒なんです。変わらないです。で、シンガポール1日楽しめます。いいでしょっていう話なんですけども、もう一つ突っ込みます。はい、先ほどの全く同じ7月1日、東京、シンガポール、2日、シンガポール、バンコク、5日、バンコク、東京、これで検索します。この検索結果は先ほど見た通りです。で、東京はこれですね、10時55分出発します。先ほどこの画面で私が言ったこと覚えてますか？乗り継ぎは24時間を超えちゃダメなんです。24時間を超えちゃダメだから、16時より前じゃないとダメですよっていう話を私いたしました。ただしがあるんです。ANA 特典航空券、提携会社特典航空券の場合、行きか帰りか、どっちかでストップオーバーが構わないんです。ということはね、この便ね、17時半過ぎても構わないんです。これ行きます。で、帰りは直行便行きますね。そしたらね、これ、見た目全く全く変わらないんですけども、ルールがね、これ実は変わってんですよ。ここです。シンガポールに7月1日の17時15分に到着をして、翌7月2日の18時30分に出発します。25時間ちょっとですね。25時間半か。ね。25時間半っていうことは、これはストップオーバーになります。これ、どういうことかっていうと、今はね、ちょっと短い期間で私検索しましたけど、ANA 特典航空券の有効期間は最長1年あります。だから7月1日、東京、羽田からシンガポール着きます。次の便何にもね、そんな25時間とか27時間とかする必要ないです。1ヶ月先でも2ヶ月先でも11ヶ月先でも構わないんです。で、バンコクは目的地だから同じくですね。こんなもん、3日4日しか入れないわけじゃありませんので、最長11ヶ月ちょっと入れます。
7月1日出発したら東京に翌年の6月30日に帰っておけば OK なんです。その間のこの日程っていうのはね、もういたければシンガポールに半年、バンコクに半年っていうのも OK です。これがストップオーバーのすごいとこなんですよね。乗り継ぎだと先ほど言った通り24時間以内じゃないとダメですから、最長でも7月2日の17時15分にはシンガポール出ないとダメなんです。ストップオーバーをしたら、これ11ヶ月折れるようになる。すごくないですか？ね、1枚のチケット、1回の旅程でシンガポールにも行けますよ、バンコクにも行けますよっていうことになります。これが経由便のね、面白いところであり、すごいところだと僕は思います。そしたらね、この経由便のもっともっと狙ったらもっともっと面白い旅程が取れるんじゃないのかなっていうような話になっていくわけですよ。ただ、そこにはね、ルールをきちんと知らないとダメなので、次回はルールのね、おさらいをやります。チャンネル登録していただきまして、ぜひね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。